でその中で今回取り上げるダリっていうのは名前はたくさん出てきた人物ではあったんですね。なんでかっていうとやっぱりこのダリっていう画家がこの美術史あるいはアートの業界においてすごくインパクトのある役回りをしていたからなんですね。時代としても20世紀っていうアートの業界が一皮むけよう二皮むけようって思っている時にもうガツンとインパクトのある絵を登場させた、それがダリでありシュールレアリズムの一派であります。なのでこの番組だとシュールレアリズムの一人であるマグリットを取り上げたことがあるんですけど、そのマグリットを説明する時もやっぱりダリの名前って外せなかったんですね。だけどじゃあダリを取り上げたことあるかって言ったらまだなかったので、今回はサルバドール・ダリについて、お話を展開していこうかなと思っています。さてでは一つ目、ダリダイジェストやっていきますね。1904年生まれのスペインです。1904年ということは20世紀の頭、活躍するのも20世紀の間です。でここのスペインの画家になるんですね。活躍するのはやっぱりパリに行ってなのでフランスで活躍したことの方が大きいんですけど、とはいえね、この絵画作品を読み解く感じ取るにはこの出身国っていうのは一つポイントになるんじゃないかなと私は思っています。スペインの画家って言ったらこの番組ではピカソを取り上げましたし、ベラスケスも、スペイン出身の画家でした。特にねピカソの絵を想像していただくと分かるんですが、なんとなくそのフランスっぽい情緒的な作品、そのフランスとか日本人が好きそうな情緒的な作品というよりはスペインのフラメンコみたいなイメージのすごく情熱的な作品の展開っていうのが想像できるかなと思います。この番組では一回紹介したことあるのは、寒い国ではロマンチックな作品が生まれてきて、暖かい国では情熱的な作品が生まれてくるよっていう説明をしたことがあるんですね。寒い国、例えば音楽が栄えていたりとか文学がすごくロマンチックなのが描かれていたりとか、あとは絵画でいうとロシアの絵画っていうのはすごくロマンチックなね雰囲気のあるような作品がたくさん展開されていると思います。逆に南の国とかっていくと踊りとか音楽でもう踊ることが前提で音楽作っていたりとかね、そういう違いが見えてくるかと思います。スペインは南国とかと比べたら別にねそこまであったかい国ではないかもしれないですけど、サハラ砂漠のねちょっと北側にありますし、すごくね赤茶けた土地柄みたいなんですね。私スペイン行ったことない、行ってみたいな。行ったことあるリスナーさんいるのかな。そういう土地柄から生まれてくる芸術作品っていうのはものすごくパッションにあふれていて情熱的だっていう全体のね国の特徴があるかなと思っています。絵画はね題材は時代に準ずるんですけど、作風っていうのは割とお国柄あるいは心のふるさととしているものにすごく付随しているかなというふうに、鑑賞してみると面白いかもしれません。現代アーティストはそんなお国柄っていうよりもっとシャッフルされているんですけど、それでもその画家が、どこで生まれたとか何に影響を受けたかっていうところからこの作品が現れてくるのでね、そういう風に見ていくと、絵画の鑑賞っていうのも奥行きが出てくるかなと思っています。ちょっと話があっちこっち行きましたけど、ダリっていうのは1904年生まれでスペインの画家ですよ。フランスで活躍したけど、スペイン出身ですよということでした。法律家の息子だったそうなんですけど、敬虔なカトリックの中産階級のお家に生まれました。なんですが、ダリはね作品を見ていただくとなんとなくわかるんですけど、ものすごくねへんてこりんな子供だったみたいです。弁護士、法律家弁護士とは違うのかな、そういうすごいお堅いご職業のお父様とダリのこのね自由奔放な
性格っていうのがね、たびたびなかなか折り合いがつかなかったみたいなんですね。とはいえお父さんはダリの芸術活動っていうのをすごく後押ししてくれた一人でもあるみたいです。12歳でねデッサン教室に通わせてもらったりとか、18歳で、マドリードの、美術アカデミーここにね、入学させてもらったりとか、あとはね初めての個展は自宅でしたんですって。これが10代の頃なんですけど、正式な初めての個展っていうのは21歳でやるんですけど、素描の個展っていうのを、1917年だから13歳の時にお家で個展やるよって言ってやってくれたみたいなんですね。そうやってねお父さんの後押しっていうのはすごく受けていたみたいです。なんか偉いですよね。私だったらこんなダリの後にねこんなぐにゃぐにゃの時計を描くような人が自分の息子だったら、なんだろうな、大変そうだなって一言だけど思っちゃいますし、楽しいだろうけれど毎日が、でも親目線だと大変なのかな。なんか自分が法律家っていうすごいお堅い仕事をされているわけじゃないですか。なのでね、おそらく順当にね生きてきたんだと思うんですよね。ダリはなんか見事にお父さんの逆張りをしたのかな。親からしたら大変かもしれない。でその後順当に絵の勉強を進めていって22歳でパリに行くそうです。でこのパリで活躍を後にしていくんですが、ここで大きな出会いをダリはするんですね。それが、約20歳年上のピカソになります。ピカソはこの頃40歳ぐらいかな。1881年生まれなので、45歳のピカソというと女性がたくさんいる時代ですね。マリー・テレーズっていう女性と出会うんですけど、泣く女のモデルにもなったドラマールとこうワンチャがあったりとかね、そういう時ですね。45歳というともう20代の頃に、キュビズムっていうのは発表されているので、ダリ目線からするとキュビズムの人ピカソさんだみたいな感じだったと思います。パリではピカソ以外にもたくさんの画家と出会うことになるんですけど、そこで、キュビズムとか未来派の原理とかっていうのをこう目の当たりにしていって、だんだんこうシュルレアリズムの系譜に自分の作品が乗っかることになるんですね。そういう流れから、ダリっていうのはこうダリらしい奇想天外な図像っていうのを自分のスタイルとして確立するようになっていきます。ということで、これが一つ目のダリダイジェストでした。最後にさらっとまとめると、20世紀の頭に生まれたスペインの出身画家です。お父様のご支援をいただきながら絵の勉強をしていって、で20代の頃にパリに行ってピカソに会ったり、キュビズムとか未来派の原理を学んだりして、後にシュルレアリズムっていうグループに入っていった。それが、ダリの系譜になります。さてじゃあ2つ目は、代表作ピックアップです。ダリの代表作といえば言わずと知れた記憶の固執。記憶の固執とも日本語では読みますが、記憶の固執とさせてください。記憶の固執1931年なので26、7ですねの頃の作品をピックアップしていきます。記憶の固執とは、ダリの中で最も有名な作品かと思います。幻想的な情景でさらに高い完成度でこう密度のある作品として描かれています。なんといってもこの時計がねタランと垂れているようなすごくドロッとした質感を演出しているこのダリの時計っていうのは、皆さんがねこう絵がなくてもパッと想像できるかもしれません。例えば、ビレッジヴァンガードなんかはこのダリのこの記憶の固執に出てくる時計を模してなんかね、モニュメントが作られてるのが売ってあったりとかしてますよね。
この赤茶けた大地の向こう側にちょっと海が見えるぐらいの何にもない景色の中にポツンと何でもない机が置かれてあって、その上にだらんとした時計が置いてあったりとかね、そういう作品になります。でこの記憶の個室に代表するように、ダリの作品っていうのは夢の中、夢と無意識の表現を絵画に表した作品となっています。この夢と無意識を題材にした作品っていうのはダリだけにかかわらず、シュールレアリストたちの、大きなテーマだったみたいです。この番組ではマグリットを取り上げましたけど、マグリットはもっとどちらかというとそこまでダリよりはファンタジックなイメージではないんですけど、ちょっと無意識と夢っていうところをテーマにしていましたよね。それと比べるとダリの作品はもっとシュールレアリストらしいというか、ファンタジックな感じがするというか、どこかおどろおどろしいんだけど、どこかこう夢物語のような、なんかこうストーリーがあるような作品展開っていうのがたくさんされています。今回ピックアップする記憶の個室、ここに描かれている溶けている時計っていうのは、固定化したものを解体してみて、作品展開をしようっていう思惑があるみたいです。時計っていうのはこう、叩いたらコツコツっていう硬い音がしますし、こんな風にね、ダリが描いたみたいにカマンベールチーズみたいに溶けるものではないじゃないですか。それを、対比するように質感を変えるっていうところから、なんかこう、今まで自分たちが持っていた固定概念とかを覆すような、もうね、そういうね20世紀の画家、そういうの好きなんですよね。今までやってきたものを変える、覆すんだみたいな作品がいっぱい出てくる中の、やっぱりダリっていうのは象徴的な画家であったし、そういう象徴的な作品がこの溶けている時計だったと思います。それこそねシュールレアリストらしいかなとも思うんですけどね。シュールレアリストの系譜っていうのはマグリットの回の時にaudiobook.jp 有料配信として少し話をさせていただきましたが、少しちょっとかいつまんで言うと、世界史から見てもこの20世紀っていうのは大きな転換期だったんですね。なのでアートっていうのも今までのものの転換っていうことでいろんな派閥がありました。もうシュールレアリストの前も別の派閥がありましたし、そうやってねこのアートの業界っていうのも大きく転換していったタイミングだったんですね。その中の一つとしてなるべくしてなったというか、シュールレアリストっていう固定概念覆せみたいな派閥が生まれて、その中で生まれたこの記憶の固執したものを逆転させるっていう発想の作品が生まれたんだと思います。でダリっていうのはこういうたくさんの作品展開をするためにこう今までの常識っていうのを覆さなくちゃいけないじゃないですか。だから独自に自分の描き方とか考え方っていうのをなんか持論でめちゃくちゃ持ってた人なんですね。で、ダリの、著書として、私の50の秘伝っていうね、自分の独自理論を50個並べたすっごい変態的な本があるんですけど、なんかねそれ見てるとね、なんかへんてこな人なんだなってすごい思うんですよ。例えばね、夢を制御する3つのルールってちょっとご紹介しますね。ダリは夢の中、夢とか無意識とかっていうところにすごく興味があって、それを作品に残そうとしているので夢を制御しようとしてたんですって。でその夢を制御する3つのルールっていうのがあって、1つ目が香水、2つ目が音楽、3つ目が光だそうです。で香水っていうのは自分の昔の思い出とかを思い出せるような香水をいくつか用意しておきましょう。それを嗅いで寝ると自分の夢がコントロールできるのであるみたいなことが書いてあるんですね。変人ですよね。で2つ目の音楽っていうのが、香水と同じようにこう音楽っていうのもいくつか用意しておきなさいと。で3つ目の光っていうのは、眼光に強い光を当てておけ、そしたらカラーの夢を見ることができるのだ。もうなんか
奇抜な YouTuber みたいなこと言ってるんですよね。それがね50個あるんですよね。恐ろしい。もう本当に奇妙奇烈な人だったんだなっていうのが思いますし、そこから出てくるこのね記憶の固執っていう代表作だったと思います。はい、ありがとうございました。今回の配信は2020年3月12日第89回ダリって変より抜粋してきました。サルバドール・ダリですね。ありがとうございました。そうですね、ダリについて今回話をした時に、作風は国に依存するよっていう話をしたんですね。もちろん一概に言えないことは私も分かっています。でその概念を確立固定してしまうとやっぱそんなにフレキシブルさがないので、こういう枠っていうのを外したり取ってみたりっていうのを繰り返していくことで、なんか幅が広がるかなと思っています。これを感じたきっかけがですね、私なんかのドキュメンタリーで日本人の男の子が20歳ぐらいの男の子がアメリカに行ってアメリカのデザイン学校で、勉強してたっていうのを見た時だったんですよ。でその男の子は日本人なんだけど、日本人らしからぬというかエキゾチックで異国情緒あふれるようなすごく奇抜なデザインをずっと展開してる子だったんですね。なんですけどそのアメリカの、同じ生徒の人たちとかに君はちょっとジャパンっぽいね、デザインがジャパンっぽいって言われているのを見て、なんでだろう、なんか本人もあんまり気にしていないような、で私たちからしても全然気にならないようなところに何かルーツを感じさせる何かがあるのかなっていうのを感じたんですね。でそれってなんか一つの見方の指針になるかなと思ったのがきっかけでした。本人がそうでないところに対して何か出てくるのかなというところでしたね。そればっかりではないとはもちろん思っているので、一つの見方ですよということで、今回ご紹介させていただきました。また次回もよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは